はようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、開放で弾いた時だけ音がミョンミョンみたいな変な音になってしまうということについてです。で、原因はものすごく些細なことなんですけれど、今回のケースでは、フロイドローズ、ロックナット式の例でご説明しますけれど、通常の、牛骨ナットですとか、そういった普通のナットでも起こり得ることですね。ではまず音を聞いてほしいんですけれど、ですね、まずこれが、一弦開放の音ですね。で、二弦。もう一回一弦の開放。1フレット、2フレットですね。3フレット、4フレット。で、1弦の開放ですね。違いが分かった方はいらっしゃいますかね。明らかに開放で鳴らした時だけ音がミョンミョンミョンって変な風な音になってるのが分かると思います。で、まず原因の探り方なんですけれど、今チェックした段階で開放だけ、こんな変な音がしましたよね。で、フレットを押さえるとその変な音が、しません。ということはどういうことかって言いますと、原因はナット側にあるっていうことです。で、これがですね、もし仮に開放で鳴らした時もそうですし、1フレット、2フレット、フレットを押さえた時も同じような音がする。もしくは、また違った変な風な音の出方がするっていうことであれば、今度はブリッジサドル側に原因があることが多いです。では、チェックの方法なんですけれど、このようにですね、ものすごく小さな、マイナスドライバーとか、もしくはそうですね、先の尖った何でもいいんですけれど、そういったものでロックナットの部分を確かめてみます。で、このように押さえつけて鳴らすと、で、離してみると、もう一回押さえつけてみますね。違いが分かったと思うんですが、ロックナットの場合はよくですね、ここの部分で弦が完全に止まってなくてですね、微妙にこうブレることがあるんですね。で、それが原因でミョンミョンミョンというような変な風な音が出ることがあります。で、これは通常のナットでも一緒ですね。前回ナット交換の動画ですね。こういう図をアップしましたけれど、これと同じようにですね、ナットの溝の部分がこのようになってますと、こういう風な変な風な音になることがあります。それでは、このような場合の対処法についてなんですけれど、まずは普通のナットで説明します。通常の、牛骨とかのナットだと思ってください。弦がこのように貼られますよね。で、この点々点々はナットの溝です。さっきみたいなミョンミョンっていうような音が出る原因なんですけれど、大抵ここの一番先端の部分ですね。こっちフレット側ですけれど、で、ここの部分がちょこっとこう空間が空いてたりしますと、ちょうどここで弦がブレてしまって、さっきみたいな不具合が出ることが多いです。で、改善方法としては、ナットの溝の高さが、余裕があればなんですけれど、ナットの溝をもうちょっとだけこう修正して、削ってあげます。で、そうするとどうなるかって言いますと、ちゃんとこのようにナットの溝を切り直してあげると、弦がこっからこう乗っかってこのように来るので、全く隙間がなくなりますよね。そうすると不要な振動がここで起きなくなりますので、改善することが多いです。
で、あくまで一例ですので、こういう風な変な音の出方っていうのは、まあもちろん弦が原因の場合もありますし、いろいろありますから、あくまで一例ですね。それでは次にロックナットの対処法なんですが、これはですね、改善できる場合とそうでない場合があります。で、まずロックナットの、原理なんですけれど、まあ単純に弦がありまして、ロックナットのキャップですね、六角レンチでギュッとこう締め付けるところで、これで弦をこう下に押さえつけてロックさせてますよね。なので先ほど言った方法で弦の通る部分を削ってしまいますと、特に一弦なんていうのは溝をですね、このぐらい掘ってしまったらどうなるかって言いますと、一弦はもう完全にこう埋まっちゃいますよね。で、そうするといくらロックナットのキャップをギュッとこう締め付けようが、全然ここでロックされなくなってしまうので、ここがですね、難しいポイントなんですね。で、今回の場合は、ごくごくわずかスーッとこう、もう一かき二かきぐらいしただけで、症状が改善したので良かったんですけれど、それでも改善しない場合は、もう諦めた方がいいです。これは側面から見た図なんですけれど、こうした不具合が起きる原因はですね、ちょうどこの辺りの部分に錆が浮いたりですとか、まあ、あとはそうですね、長年こう、キャップで押さえつけることによって、弦を押さえつけることによって、ロックナットのその土台の部分に、弦の溝ができてしまうんですね。ひどい場合ですと、そもそもキャップをいくらこう締め付けたところで弦がほとんどロックされないとか、そういうケースも見たことがあります。まあ先ほども言いました通り、今回のケースでは軽く削っただけで改善したので良かったんですけれど、まあものによってはそういう処置をしても全然改善されないこともありますね。なのでそういう場合はやっぱり新品に交換するしか方法がないと思います。あと当然ですが、精度がよくできたギターというのは、そもそもナットの溝の高さっていうのは1フレットに対してごくごくわずかに高い位置で設定されてますので、ほとんど下げる余裕がないんですね。当然削るということはナットの溝の高さが低くなるっていうことなので、あくまでこの方法はナットの溝の高さに若干の余裕がある場合に限ります。それでは改善した状態を聞いてみましょう。ドライバーで押さえつけた時とそうでない時と全く音が変わらないですよね。なのでこれで改善したっていうことがわかります。はい、いかがでしたでしょうか。これはですね、今回はナット側が原因でしたけれど、ブリッジサドル側が原因でこういう風な不具合が起きる場合もあります。で、その場合も対処法としては同じです。ブリッジサドル側の頂点の部分に不具合があるケースが多いので、そこの部分をこう微妙に削ったり修正したりして治ることがありますね。あとはそうですね、弦が変な音の出方をするっていう原因の一つに、よくあるのはピックアップのポールピースが近づきすぎてる場合も変な音がします。あとは当然ながら新品の弦に交換してチェックすることが大切ですね。で、割とご相談いただくときに、つい1週間2週間前に交換したので、まず弦は問題ないと思うんですよっていうふうにおっしゃる方っていうのはよくいらっしゃるんですけれど、私たちリペアマン、プロ
はですね、お客様のそういう話は半分しか信じません。これは別にお客様を悪く言ってるわけじゃないですよ。いかにお客さんが新しい弦に変えましたっていうふうに言ったとしても、まずそれを疑う目が必要だっていうことです。で、今までのケースで話しますと、もちろん新品の弦に貼ってはいるんですけれど、ペグの巻き付け方が変な風になってて、そもそもよじれた状態で貼ってたがゆえに音が変だったっていうケースもありますし、特に9V の電池なんていうのはものすごくいい例ですね。アコースティックギターとか、もしくはアクティブ回路のギターで、すいません、音が出なくなったんですけれどとかっていう風な相談で、一番多いケースは 9V バッテリーの、電池切れです。大抵そういうお客様の中には、いや、つい1週間、2週間前に新しい電池に交換したんだけどなぁ、なんておっしゃる方もいるんですけれど、そういうケースが多いです。はい、ここで告知です。実は13、4年ぶりに、新車に買い替えました。今、納車待ちなんですけれど、今月のですね、多分中旬ぐらいに納車される予定なんですね。なので今すごくもうワクワクして待ち遠しいんですけれど、私のホームページをご覧いただいている方の中には、修理の記事の間にこうね、くだらない話とかを入れてるので、そこでいろいろ話してるんですけれど、ここ2、3年、2年ぐらいもう散々迷いに迷って、結局落ち着いたのが三菱のデリカでした。私キャンプとかアウトドアが好きなので、ノーマルでは面白くないので、これからいろいろね、徐々にこう改造をしていきたいと思ってるんですけれど、とりあえずもうサブバッテリーとかはもう用意してあるので、ナビをサブバッテリーで駆動させたりですとか、いろいろ考えてるので、そういう楽器とは別のお話、動画も作っていきたいと思ってます。修理どうでしょうっていうタイトルをつけたものに関しては、楽器の話をしていきたいと思います。このチャンネルを見られてる方は、当然ね、楽器の修理話を聞きたいからご覧になられてると思いますので、全く関係のない話の場合は、修理どうでしょうというタイトルをつけませんので、そこでちょっと判断していただければと思います。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。